大量の LED を利用して花見っぽく見せたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは空中で吹き飛ばす LED を作ります。こんな感じでコンデンサとつないだ LED を最小サイズの火薬で飛ばそうとしましたが、火薬をつける角度を変えて吹き飛ぶ距離を調整しても飛びすぎてしまいます。そこで火薬ではなくニトロセルロースを使いましょう。火薬よりは飛びませんが、まだ飛びすぎです。ここで細い形に変えてみると、このくらいの飛距離ならなんとか使えそうなので、こちらを一度に複数飛ばすために四角い枯れ草を用意して、こんな感じでくっつけて引火させる形にしましょう。このくらいの大きさがあれば大量の LED を取り付けられそうです。早速設計図機能を使って LED とコンデンサー、ニトロセルロースのセットを量産して草の塊の周りに貼り付けていきます。 LED 同士が接着しないように適度な間隔を空けながら花火のような構造になるようにたくさん貼り付けました。よし、これだけあれば十分です。燃えた松ぼっくりを投げ込んで点火してみると、光ったままの LED をばらまくことができました。地面に置いた状態からも問題なくばらまけたので、こちらを上空に発射できるように水晶とコンデンサー、ロケットエンジンを使った発射装置を追加していきます。こんな感じでトリガーを引くと時間差で点火するようにした後、さらにロケットエンジンへの回路にも爆発する前に通電するようにしました。これなら上空に飛んだ後爆発してくれるんじゃないでしょうか。早速地面に置いてトリガーを引くと、なるほど、浮かんではいますが高度は低すぎます。もっと高く飛ぶように水晶の数を変更してロケットの噴射時間を長くするとともにロケットエンジンを2つにして上昇力も上げてみました。こちらを地面に下ろしてトリガーを引くと、よし、カメラの外まで上昇してくれました。でも微妙に傾いているのか飛んでいく方向が斜めになっているので、燃料の付け方を工夫して安定して地面に立つようにしました。今度は私の視点にしてトリガーを引くと、いい感じに上空に飛んでいった後爆発してくれました。 LED も散らばってますね。せっかくなので設計図機能で複製して3発連続で打ち上げてみましょう。なるほど、どうやら空中で傾くのは風の影響を受けているみたいです。昼だと見えづらいので昼夜サイクルをオンにして夜になるのを待ちながら発射しまくっていきます。暗くなるにつれて空中で爆発した時、光る LED が見えやすくなってきてますね。そして完全な夜になると、綺麗に LED をばらまいています。散らばった LED は長時間光り続けるので、どんどん空に増えていきます。発射に失敗して地面で爆発することもありましたが、これはこれで迫力があっていい感じです。その後も設計図機能でコピーしながらたくさんの LED 花火を打ち上げていくと、散らばった LED がシミュレーション距離の外に行って空中に溜まってくるせいか動作が重くなってきました。その様子が見やすくなるように私の視点にして花火を発射しましょう。トリガーを引くだけで花火が起動して空中に飛んでいき爆発して LED をばらまいてくれます。散らばった LED が星みたいになって本物の星より輝いているので、
空が天の川みたいになって綺麗ですね。この辺りでシミュレーション距離を伸ばして空中で固定されていた LED を落下させてみましょう。星の雨が降っている感じですね。まだまだ遠くの方に LED が残っているので、私が近づくことで落としていきましょう。これで大体の LED を落とすことができたのね。ロケットに乗って宇宙に行きましょう。宇宙空間で花火を打ち上げてみようというわけですね。無重力空間だと打ち上げは難しいので、月面に降りた後、4つの LED 花火を設計図機能で呼び出したら、連続で発射してみましょう。果たして綺麗な LED の花が咲いてくれるんでしょうか。順番に打ち上げていくと、飛んでいきはしますが、爆発してくれません。どうやら宇宙空間だと草に引火してくれないみたいです。それでも、グリーンスライムの爆発なら、LED 発射用のニトロセルロースに入学させて、ばらまくことができました。それでは、たくさん花火を飛ばして、お腹も空いてきたので、スライムを召喚して、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、貫通ロケットランチャーさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー